こんにちは。今回の令和かぎ針編み教室レッスン5は長々編みの編み方です。長々編みを平編みで往復編みで編んでいきます。長々編みはこのように編み目がとても長くなる編み方です。編み方を編み図で説明します。長々編みの編み目記号はこちらの形で短い棒が2本斜めに入っているのが長々編みの編み目記号ですが、この教室では斜めではなく横に2本入れた編み目記号を使って説明します。長々編みの2段までの編み図です。最初は作り目を10目作ります。この作り目は大きめな作り目を編んでください。7号のかぎ針で編むときも作り目は8号か9号ぐらいでも大丈夫かと思います。大きめな作り目を10目作って、1段目は立ち上がりを鎖編み4目を編みます。長々編みはとても長い編み目ですから、その分立ち上がりも長くなります。長編みは鎖編み3目でしたが、長々編みは鎖編み4目を編みます。この4目が長々編み1目となりますから、鎖編み4目を編んだ下の台の目を含めて、全部でここは鎖編み5目になります。次に長々編みを編むのは、この台の目の次の目です。鎖編みの6個目のところに長々編みを編みます。鎖編みの裏山を拾って長々編みを9目編み、長々編みの立ち上がりの鎖編み4目を入れて、全部で長々編み10目となります。2段目も立ち上がりの鎖編み4目を編んで編み地を裏返します。次に長々編みを編むのは1段目の長々編みの頭に長々編みを編み、最後は鎖編み4目の4個目に編みます。作り目の鎖編みを編みます。鎖編みはここから大きめな鎖編みを編みます。針に糸をかけて、糸を引き抜き、少し長めに糸を引き出して、大きめな鎖編みを編みます。5目の鎖編みができました。あと5回大きめな鎖編みを編みます。これで10目の鎖編みができました。10目のところにマーカーをつけておきます。長々編みの立ち上がりが鎖編み4目ですから、作り目の10目のところにマーカーをつけてから、立ち上がりの鎖編み4目を編みます。鎖編み4目を編み、この鎖編み4目が長々編み1目と数えます。次の10目の次の鎖編みの裏山を拾って、ここに長々編みを編みます。ここから1、2、3、4、5、6個目の鎖編みです。ここにマーカーをつけておくと、すぐに隣の鎖編みの裏山とわかりますので、ここに1回つけてから編むと編みやすいです。長々編みは針に2回糸を巻いて、隣の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、糸をかけて2本の糸を引き抜き、糸をかけてもう1回2本の糸を引き抜いて、長々編みを編みました。こんなに長い編み目です。鎖編み4目が立ち上がりの目になります。次も隣の鎖編みの裏山に長々編みを編みます。
針に2回糸を巻いて、隣の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、2本の糸を引き抜き、もう1回2本の糸を引き抜きます。3回2本の糸を引き抜いて長々編みを編みます。2回糸を巻いて、次の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて、2本、2本、2本と、3回2本の糸を引き抜いて長々編みを編みます。同じように鎖編みの裏山を拾いながら長々編みを編んでいきます。こういう目です。とても長い目になります。次も裏山を拾いながら針に2回糸をかけて長々編みを編みます。長々編みはそんなにたくさんは使えませんが、時々いろいろな模様やモチーフの時にも使います。2本、2本、2本と引き抜きます。針に2回糸を巻いて、鎖編みの裏山に針を入れて引き抜き、2本、2本、2本と引き抜きます。糸を2回巻いて、ここが最後のところです。最後の鎖編みの裏山に針を入れ、2本の糸を引き抜き、また2本の糸を引き抜き、3回目で2本の糸を引き抜いて、長々編みができました。鎖編み4目と長々編み9目ができました。2段目は、立ち上がりの鎖編み4目を編んで、編み地を裏返します。これも右側を押して編み地を裏返してください。鎖の目をねじらないように右側を押してください。このマーカーはもう取ってしまって大丈夫です。次も2本の糸をかけて、立ち上がりの鎖編みを編んだ次の長々編みの頭に長々編みを編みます。次の長々編みの頭にも針に2回糸を巻いて長々編みを編みます。2本、2本、2本と引き抜きます。とても長い編み目です。針に2回糸を巻いて長々編みを編みます。頭2本を拾いながら長々編みを編んでいます。こんな編み地になります。頭2本を拾いながら長々編みを編みます。2回糸を巻いて長々編みの頭に長々編みを編み、最後は立ち上がりの鎖編み4目の4個目です。1段目は裏を向いていますが、表側から見ると1、2、3、4個で、ここが10個目の作り目ですから、1、2、3、4個目のところです。針に2回糸を巻いて、4個目の鎖編みの上2本を拾って、ここに長々編みを編みます。これで2段目ができました。次の3段目も同じように編みます。立ち上がりの鎖編み4目を編んで、編み地を裏返します。次に編むのは、立ち上がりの鎖編みの次の長々編みです。鎖編み4目は長々編み1目としますから、この目ではなく次の目に長々編みを編みます。針に
2回糸を巻いて、長々編みの頭を拾って、2回、2回、2回と3回引き抜きます。頭を拾いながら、長々編みを編みます。2回糸を巻いて、頭2本を拾い、2本、2本、2本と引き抜いて、次も長々編みを編みます。針に2回糸を巻いてから、長々編みの頭2本に長々編みを編みます。これで、鎖編み4目と長々編み8目ができました。最後の9個目の長々編みは、鎖編み4目の4個目です。1段目と違って、右側を押して編み地を裏返しましたので、2段目の鎖編み4目がきれいに正面を向いています。この鎖編み4目の1、2、3、4個目の鎖編みの上2本を拾って、ここに長々編みを編みます。2回糸を巻いて、鎖編み4目の4個目の上2本を拾って、ここに長々編みを編みます。これで長々編みが3段できました。最後は一目鎖編みを編んで、ここで糸を切っておくとほつれてきません。そして見本として長々編みの編み目を取っておくと、長々編みの編み方が忘れたときに、これを見て思い出せるように小さな見本を取っておくことをお勧めします。長々編みの編み方を紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。